まあ、どれぐらいブームだったかっていうと、はい。だから、スト2のが流行りすぎてるから、脱サラしてゲーセンやるっていうね。えうん。遊ぶためにああ、違う。商売、商売。ゲーセンって、商売か、商売か。うん。そういうことか。うん。もう置いとけば売れるから。もう人が来るから。そもう、地域でやり始めたもん勝ちだったんだ。う。そう。だっへえ。て、当時置いてあったのはスーパスーパースーパーの横とかにあるのよ。スーパーね。そのススーパーがびっくりした。ーパー、スーパーあるでしょ。で、銭湯あるでしょ。はで、本屋、おもちゃ屋はまあ、当然ビデオ屋。い。ビデオや。あとコインランドリー。はい。駄菓子屋。駄菓子屋。とかもうどこにでもあったね。へえ、うんそうだ、駄菓子屋は置いてるよな。それで、でもね、そのブームが続くのはね、結局、まあ2年ぐらいだね。でも2年続いたんだ。うん。でも意外と短いよ。2年ぐらい。もう確かに。その時の2年って言ったら、まあ確かにあっという間な感じもする。そう、なんか感じたけどね、子供だったから。でそっから、でもその熱がさ、忘れられなくて、やっぱり。はい。すごかったから、そのブームが。あのブームまた来ないかなーっていう、なんかほんとそういう感じでやってた。ずーっと。そう。あの時をもう一度次来たのいつだったんですか？来てないよ。来てない。マジ来てないよ。でもなんかスト4、違う、なんだっけ、スト4かなんかってめっちゃ流行ったんじゃなかったですっけ？いや、それはでも、そのスト2の盛り上がりを知らない人からしたら、格ゲーそう盛り上なんだ。がってんなーって思っただろうけど、へえ、そうなんだ。遠く及ばないね。最初のブームには。まあ、娯楽が増えたとかね。ゲームの種類が増えたとか、もちろんいろんな理由があるけど。確かに。だって、他にいっぱい選択肢あったもんな。両国国技館で大会が開かれてたんだけど、全国大会が。何のすか、スト 2？ スト2の。そうなんだ。で、その、全国各地で予選があるんですよ。おもちゃ屋で。はおもちゃ屋やビデオ屋やは本屋や、まあ、ありとあらゆるその、スト2を売っているところで予選が開かれるんですよ。はで、まあ、多いところだと100人とか参加して、少ないところだとまあ、4、5人っていうところもあったかもしれない。地方だとね。でそれが北海道から沖縄までいろんな店舗で行われて、で、国技館に来る、こう代表通過者の数ね、今から言う数字は、が8500人ですよ。やばいでしょ。じゃあもう、だって場所によってはね、まあ、5、60人だの。そうだよ。まあ、下手したら100人とかもあるかもしれないですもんね。そうだよ。8500人。けどそのよく来るっすね、みんなそれで東京に。いや、我こそはと思うのよ。なぜかというと、地ネット元でがないから。最強みたいな。そう。ネットがないから、そう、もしかしたら俺が最強かって思えたんだよ。なるほど、ね。俺も思ってたし。もう。いや、でもそれ楽しいな。絶対。めちゃくちゃ面白いね。だから、俺の感覚からすると、今ってその地球のどこにどんなプレイヤーがいるか分かるじゃん。だからもう、今地球で格ゲーやってるとしたら、当時のスト2は宇宙でやってるぐらい広く感じたね。だって分かんないんだもん、どこの星にどんなやついるか。確かに。地元じゃね、もう100連勝してても、宇宙出た瞬間、100連敗するかもしれないですもんね。そう、本当にそうなの。だから地元じゃ負け知らずのやつが一回も勝てずに、青い顔して帰ってって、みたいな。俺最強のはずではって。そう。で、その、マジです。とか、もしくは、こう、結構フットワークの軽い3番手ぐらいが来たりするわけ。なるほど。1番手はちょっと。1番手は、俺が1番に決まってんだから、お前、まあ、要するに、魔王の部下みたいな感じでさ、こう派遣されてくるわけよ。そう。それで、やべえ、強えっつって、報告するわけだよね。もしかしたら魔王様といい勝負するかもしれませんみたいな。そしたらその次魔王来るんですか？魔王来るね。来るんだ。来る。それはちゃんと石膏の後に来るんだ。来る。ちゃんと来る。そういう面白さがあったよね。今でもいるその当時の全国大会でとか、まあちょっとデカめの大会で名を馳せた人っているんですか？
あ、さすがにスト2自体はいないか。まあ、10とかだからね、年が。そうっすよね。だから、生き証人っていうのは俺ぐらいじゃない？このプロで。あ、そうなんすね。当時のその人たちを知っててってなると、本当に生き字引ですよ、私は。生き字引。本当に本当に。見てきたから。あ、確かに確かに。そう。すごいな。まあそんな時代がありまして、でだからその時の本当にスト2ブームを超えた瞬間はないね。ないんだ。てかもうそれならバーチャ2かな。あ、バーチャ2。社会現象になったのはね。確かにバーチャの人たちの名前はね、いまだに確かに知ってるな。俺だって地上波に出てたもん。すごいな。いや、俺も多分どっかで下手したら見てるんだろうな。バーチャ2ないかな。いや、あると思う。違う、いや、梅さんとかをテレビに出てる。俺はだってテレビに出たのは1回ってことはないけど、まあ1回よ、その子供の時はね。もう子供の時に出たんですね。まあその03っていうゲームで優勝した時に、まあ初めてだよね。初めてゲームの大会を多分テレビで扱って、日米対決とか言って。これはまあ深夜のテレ東だけどね。深夜のテレ、じゃあ俺の地元じゃやってねえや。それこそだから有吉にインタビュー受けて、当時まだ猿岩石時代。猿岩石の。そう。俺知らない時だ、ほぼ。知らないと思うけどね、なんだっけな、あれなんだっけ、深夜の。トゥナイトじゃなくって、ちょっと俺古すぎてわかんない。いや、知ってるけど、トゥナイトは。トゥナイトじゃなくてもう一個あったんだよね。東幹久がやった。ギルガメッシュ？いや、違う。ワンダフルだ。ワンダフルの人がリポーターになってる。ってなんないっすよ。さすがに。そっか。ワンダフルねってならないギリ。釈迦館6歳ぐらいの時の話だね。まあそうっすよ。その時にだって俺ワンダフル見てたら多分ダメっすよね。ダメだね。ですよね。内容わかんないけど。そう。まあそうね。そういう感じで。でも今のスト6の盛り上がりは、俺が見てきた 2D ゲームの 2D 格ゲーの盛り上がりで言うと、スト2の次だろうね。てかもう環境がもう超えられない感じっすよね。もう無理。趣味もね、もうこんだけ多くてゲームも多くてっていうのは絶対無理なんだけど、だからまあ、あれだよね。だから昔その力道山が視聴率何十%みたいな、プロ野球が何十%みたいなのと同じで、こんだけ趣味が増えちゃう無理だよね。娯楽がない時代じゃないと無理。